ひこ。皆さんこんにちは。안녕하세요。ふうかです。さて9月も後半に入ってまいりましたが、収録日の時点ではまだ大阪暑くてですね、今日なんと最高気温が35度もあるんですよ。なのでまだまだ夏の格好で収録をしております。ただジメジメした感じはだんだんなくなってきて、ちょっとね湿度が下がってるような感じがありますね。徐々に秋が近づいているのも感じております。今月のテーマ、ユン・ジョンシン先生の曲は個人的にね秋に聴きたい曲が多いっていうか、秋の高い空と少しひんやりするような空気が合う曲が多いと感じているので、今回9月のテーマにしたんですが、今年もなかなか残暑が厳しいですよね。このラジオの公開日には少し涼しくなっていることを祈っております。さて今回はユン・ジョンシン先生 with ミンソさんのチョアいいわという曲をカバーします。この曲は2017年に発表されたユン・ジョンシン先生最大のヒット曲と言われているジョニーいいのという曲のアンサーソングなんですね。でこのチョアとジョニーの2曲は同じメロディーで歌詞が違う内容になっております。まずユン・ジョンシン先生の歌うジョニーいいのの方は男性側の未練いっぱいの気持ちを歌っている切ない失恋ソングなんですが、対するミンソさんの歌うチョアいいわはですね、そんな元彼の未練たっぷりの気持ちをバサーッと切っていくような内容で、もう私には新しい彼氏がいるからほっといてみたいな感じのなかなかね強い歌詞になっております。で曲のそれぞれの部分が対比するように歌詞が作られているので、この曲ね2曲とも両方聴いていただくと違いが楽しめると思います。ユン・ジョンシン先生のジョニーいいのはですね、2017年の韓国での最大のヒット曲というふうに言われています。ユン・ジョンシン先生史上のヒット曲でもあるんですけれども、2017年で一番売れたとか一番聴かれた曲っていうふうに言われてるんですね。でこの曲は6月に発売されたんですけれども、発売当時すぐに爆発的なヒットをしたっていうわけではなくて、こう徐々に話題になっていってチャートを逆走っていうんですけれども、早く出た曲がどんどん時間が経つにつれて順位を上げていくことをチャートを逆走っていうんですけれどもね、その逆走して9月にはチャートで1位を獲得するんですね。そしてユン・ジョンシン先生は1996年のアルバム第5集転生以来ですね、なんとキャリアの中で21年ぶりにこの音楽チャートでの1位を獲得したということで、もう韓国では大変話題になった曲のようです。そしてその後も10月末までずっとね10位以内に5位になったり8位になったりみたいな感じでこうずっとね10位以内にランクインし続けるというロングヒットを記録した曲なんですね。そしてこのジョニーのアンサーソングとしてですね、チョアという曲が発表されるんですけど、これは11月の月刊ユン・ジョンシン先生のねこのプロジェクトの中でミンソさんの歌うアンサーソングチョアいいわという曲が発表されるんですよ。で元々の曲は大ヒット曲で、さらにそのジョニーですね、ユン・ジョンシン先生の歌ってる方がもう10月末までチャートに入ってたってことで、11月にこのミンソさんの歌う女性版の方が出た時ももう当然大ヒットするわけなんですよね。なので本当に2017年の韓国はもうずっとこの曲のメロディーが男性版女性版といろんなところでかかっていたということですよね。で私はちょうどこの曲がヒットしている時にプサンに旅行に行ってたんですよ。でヘウンデ海水浴場の入り口で路上ライブをやってる男性2人組がいたんですけれども、その方々がこのユン・ジョンシン先生の方のジョニーですね、いいのの方をねハモって歌っていたんですよ。ですごく歌も上手だったんですけれども、何より曲がいいなと思って、でサビの部分の歌詞がですね、사랑을 시작할 때 네가 얼마나 예쁜지 모르지
というフレーズがあって、これ意味はですね、恋を始める時に君がどんなに綺麗か知らないだろうっていう意味なんですけれども、このフレーズがねなんとか聞き取れたので、そのワードで検索してみたらユン・ジョンシン先生の歌で、しかも今めちゃくちゃヒットしている曲だっていうことを旅行中に現地で知りました。そしてそのタイミングにはすでにミンソさんのアンサーソングの方のチョアの方も発表されていましたので、女性バージョンもあるんだっていうのが嬉しくてですね、このプサンの旅行から日本に帰る飛行機の中でずっとこの2曲を鬼リピして歌詞を覚えておりました。そんな旅行での思い出も相まってですね、大変思い入れの深い曲でございます。今回は女性版のアンサーソングの方をカバーするんですけれども、元の男性版の方の歌詞とところどころ比較しながら今回はちょっとお届けしていこうと思っております。その前にね、少しボーカルを担当しているミンソさんを紹介しますと、ミンソさんは1996年生まれの現在26歳でいらっしゃいます。でこの方もオーディションの出身の方で、スーパースター K でトップ8になったっていうことがきっかけで、2016年にミスティックエンターテイメントと契約するんですね。でこのミスティックエンターテイメントっていうのはもともとユン・ジョンシン先生が設立された会社なんですよ。で今は経営者の方は別にいるんですけれども、音楽面でのアーティスト育成ですとかプロデュースはユン・ジョンシン先生がもう今もメインで担当されているという会社なんですね。なのでミンソさんの正式なデビュー作は2018年に出るんですけれども、もうその前の年に客員ボーカルとしてこの参加した月刊ユン・ジョンシンの今日歌う曲ですね、調和いいわっていう曲でデビューする前にすでにねチャートで1位を獲得しちゃった歌手っていうことで、ある意味伝説になっていますね。でミンソさんは澄んだ声質をされてて、もう歌声がねとっても美しい方なんですが、ささやくような小さな声から伸びやかな高音まで本当に幅広い表現ができる方ですね。で大変コントロールが緻密にできる感じがします。ちっちゃい声から大きい声まで徐々に声帯を厚くしていって表現するような表現が得意な方ですね。でユン・ジョンシン先生も彼女の歌唱力を高く評価していてですね、そういった縁もあってこの曲の前にも月刊ユン・ジョンシンで客員ボーカルをね確か2曲担当してたと思うんですよ。なので月刊ユン・ジョンシンで3曲歌ってるということですね、デビューの前にですね。でテレビ番組でもミンソさんを紹介するときにユン・ジョンシンの秘蔵っ子とか申し子とかいう風にね紹介されるのを見たことがあります。ではね、今日歌う曲「調和いいわ」という曲の歌詞紹介に入っていきますね。まず A メロの部分なんですけど、이제 괜찮니? 너무 힘들었다며. もう大丈夫なの？すごく辛かったんでしょ？ 너의 그 마무리가. あなたのその終わりが。고작 이별뿐일 거라. ただの別れに過ぎないって。우린 괜찮다면서. 私たちは大丈夫ってそう言ってたじゃないっていうね問いかけるような歌詞なんですけれども、これ元の男性版の歌詞はもう終わりがすごい辛かったよね、ただ別れるだけなのに僕たちは本当に辛かったんだよねっていう風に女性側にね共感を求めるような内容になってるんですけれども、この女性版チョアの方では冒頭からあなたが一人辛かっただけよってバッサリ切っていくみたいなね、なかなか強い歌詞になっております。そして次のフレーズでは女性の方にもう新しい彼氏がいるっていう内容が出てくるんですね。잘 지낸다고 전해들었지? 元気にしていると伝え聞いたでしょ。내겐 정말 참 좋은 사람. 私にとって本当にいい人と만나 잘 지내고 있어. 出会って元気にしているってというね意味なんですけれども、もう
ここでねもう新しい彼氏が私にいるって聞いたでしょっていう内容が出てきて、で男性版の方はこの君に新しい彼氏がいるって聞いたよ、まあ寂しさに耐えられなかったんだろうね、それもいいよねみたいな若干現実逃避系なんですね、男性の方はね。で女性の方はただ事実を言っているみたいな形になっています。そしてですね、サビの部分の歌詞もそれぞれが対応する形になっているんですけれども、私が結構衝撃を受けた部分を紹介しますとですね、まず男性版のサビです。조은이 사랑해서 사랑을 시작할 때いいの? 愛して恋を始めるとき네가 얼마나 예쁜지 모르지. 君がどれだけ綺麗か知らないだろ? 그 모습을 아직도 못 잊어. 헤어나오지 못해. その姿をまだ忘れられない、手放せないんだっていうね、この男性版のサビなんですよ。で、情にいいのっていうのは、彼のところに行っちゃっていいのっていうような意味が多分込められてるんだと思うんですね。そして恋に落ちた時の彼女の美しい姿を未だに忘れられない、それを手放せないんだっていう後悔の思いが表現されているわけなんですが、しかし対する女性版ではですね、좋아 사랑해서 사랑을 시작할 때いいわ愛して恋を始める時、ここはね同じ歌詞ですね。で、내가 그렇게 예쁘다면서私がそんなに綺麗だって、그 모습을 그가 참 좋아해. 너무 날 사랑해줘. その姿を彼がすごく好きなの、私をとっても愛してくれるって言ってるんですね。で、もう新しい彼がね、その愛を始める時の私の姿を好きって言ってくれてるのっていう、もうだから超絶当てつけみたいな内容になってるんですよ。もうつまりもうあなたのことは忘れてるから좋아いいわと、新しい彼もそう言ってくれてるのよみたいな感じの歌詞になってるんですね。で、この曲結構歌詞の言葉自体はきついんですけれども、ミンソさんの歌い方というか表現はとっても切ないトーンなんですね。だから元彼が早く自分との失恋の痛みから抜け出して前を向いて生きていけるように、あえてきつい言葉をかけてひどい人だって思わせることで自分から楽に離れられるようにっていう気持ちも込められて、こういうひどい言葉になってるのかもしれないなと個人的には思いました。ではちょっと曲を聴いてみてください。ユンジョンシン先生 with ミンソさんの좋아いいわをカバーしました。いかがでしたでしょうか。結構ね、音程の振れ幅も大きくて息もたくさん使いながら歌うので体力的に大変な曲です。で、男性版のユンジョンシン先生の歌唱もですね、かなり絶叫系っていうか、もうロングトーンのところは叫ぶようにして感情表現されてますね。で、このお二人がユーヒヨルのスケッチブックに出演された時の動画でですね、最初にユンジョンシン先生がワンフレーズ歌って、で次にミンソさん出てきて歌って、最後2人で歌うっていう歌唱動画があるんですよ。でそれがとても素晴らしいので概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。実は私がボイストレーニングの教室に通い始める時に、最初に何か一曲課題曲を決めてきてくださいと言われて、最初に選んだ曲がこのミンソさんの좋아いいわという曲でした。なので実はこの曲が一番最初に本格的に練習を始めた韓国語の歌だったんですね。でこの曲結構発音もまた歌唱も難しいので、今考えるとちょっと最初から難しい曲を選びすぎだったとは思うんですけれども、それだけ憧れも強くて歌えるようになりたかった曲だったんですね。当時は今のようにうまく音楽に感情移入もできなくてですね、3年ぐらいちょっとトレーニングを積んでやっと公開できるレベルになって、今回歌いたかった歌を歌える喜びっていうのをまた感じております。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がるんですが、ちょっと今回から歌唱動画の形式が変わります。で今までは韓国語歌詞の下に日本語歌詞を表示するようにしてたんですけれども、今回
前からですね、動画には韓国語歌詞のみを表示します。で、日本語字幕を含めた韓国語以外の翻訳字幕は YouTube の字幕の機能の方に入れることにしました。で、今までのように日本語訳は表示できるんですけれども、ちょっとお手数なんですが YouTube の字幕の方から日本語を選んでいただいて表示するというようにお願いいたします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどまたぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。